横川駅から広島駅まで歩いてみました。たまにこうやって散歩しながら途中でお酒を買って飲んで歩いてみたいなことをしています。横川駅は広島駅から JR で2駅隣、国産乗り合いバス発祥の地などだそうです。横川という名前の由来について、一説では北側の中国山脈から瀬戸内海へと流れ出る太田川デルタ地帯で、唯一東西、つまり横に川が流れていたことから横川と呼ばれました。北側から見て城下町への玄関口だったため、多くの人と物資が集い、商業活動が活発化。その結果、たくさんの企業が起こりました。もともと広島の藩主だった浅野家の武士が、中国山地の砂鉄を活用し、内職で針を作り、それが機械化が進んだ明治以降に広島針と呼ばれるようになりました。当時、戦場で針は装備を修復するために必需品で、朝鮮戦争で需要が増えたことから、横川で作られた広島針を輸出。帰りの便で生ゴミを輸入したことで、広島針で競技用ボールを手縫いし始め、それが今の三笠に、また三笠から独立した社員が作ったモルテンへと発展していくことになります。広島のソウルフードお好み焼きに必須のタルクソースも横川発祥ということだそうです。普通のスマホで撮ってんだけど、なんか意外と緊張するな。世の YouTuber ってこれどうやって撮ってんだろうね。決戦の地へは横川へですね。横川橋。横川橋の架橋について、ウィキペディアによると最初に架けられた年代は不明だそうです。どうやら木製だった時代には太田川水系の洪水により何度も流されていて、特に1919年には今歩いている橋と隣の電車橋ともに落橋した。で、1920年に鋼のアーチ橋になって以降は落ちていないようですね。1983年、老朽化に伴い現在のものに書き換えられたそうです。映画この世界の片隅にでも一瞬だけ映っています。広島駅まで歩くルートはいろいろあるんですけど、今日はね、まっすぐ歩くんじゃなくて、ちょっと寄り道しながら、どっかで食べながら、お酒飲みながら歩いてみたいと思います。暑いですね。今日も35度くらい上がるみたい。楽しみです。ここの川沿いって歩けたんだ。初めてだな。お盆のシーズンですね。ちょっとだけ盆道路が見えます。広島のお盆特有の風景、盆道路です。竹を六角形に編んだ骨組みに赤、黄、緑、青、紫、オレンジの6色の紙を貼り付けたもので、中にはろうそくが立てられるようになっているのが一般的。お盆になるとご先祖様の霊を迎えるためにお墓に用意します。ちなみにその1年間で亡くなった人がいるお墓、つまり初盆の際には白い盆泥を用意します。浄土真宗の秋門徒と呼ばれる人たちの風習なので、広島でも西側の福山あたりでは見られないと思います。大人になって初めて県外に出て、広島特有の風習だって知って驚くのが広島県人あるあるですね。
エディオンピースウィング広島。2024年2月にオープンしたサッカーをメインとした多目的スタジアムです。敷地面積約 49,900 平方メートル、収容人数約 28,500 人。ピースウィング広島からは、そのままね、広島城まで入れるみたいですね。ちょっと行ってみましょう。ちょっといいのかな。2回くらい中に入ったことありますね。1回は、試合を見る。もう1回はね、普通に仕事で入ったことありますけども。街中スタジアムとしてアクセスが非常に良く、JR 広島駅から1駅の JR 白島駅から歩いて15分ほど。建設された経緯としては、サンフレッチェが本拠地としていたエディオンスタジアム広島が陸上競技場を兼ねていたため、フィールドの周りを陸上トラックが囲んでおり、座席から遠く臨場感に欠けること。また、広域公園という場所はアクセスが非常に悪いことが挙げられます。特にアクセス。最寄り駅は広島駅から乗り継いで1時間弱と遠く、さらに10分ほど坂を登り続けなければなりません。駐車場も少なくて、試合日にはね、離れたところに設定される臨時駐車場みたいなところを1000円で借りて、でしかもそこからバスに乗って移動するとか、とても気楽に行ける場所ではありませんでした。周りにお店も少ない山の上という感じですね。個人的にはもう二度と行きたくありません。それに比べて現在のピースウィングはとても気楽に通えます。エディオンピースウィングからの白島団地からの広島城、向こうには RCC の電波塔ですね。なんかいろんな時代が混じった感じですね。ピースウィング広島から広島城まではコンコースでつながっています。歩いておよそ10分ほど。ピースウィングから広島駅、護国神社ですねに向かう途中の道になります。なんかこの辺も変わったな。こんな駐車場しっかりしてなかったけどね。で、なんかちょっとおしゃれなお店を少し作ってみたいなことですかね。広島城。天正17年1589年に毛利輝元が築城。江戸時代は福島市浅野氏らが城主を務め、広島藩の政治的拠点となりました。1945年、原爆投下で建造物は壊滅し、現在の天守は1958年に復元されて、資料館として公開されていますが、2026年3月22日をもって閉場の予定です。そばに護国神社があり、この一帯は何か厳かな雰囲気がありながらも、非常にね、観光客が多いエリアとなっています。ちなみにこの時、広島城天守閣まで上がろうと思ったんですが、あまりに観光の人が多いので断念しました。残念。さあ、広島城のお堀のところからですね、地下を抜けて、どっち行こうかな。図書館側行ってみようかね。中央図書館です。もうね、今年中だったかなになくなるっていうことなんですよね。で、私も何度かお世話になっておりますが、というわけで中央図書館で少しだけ休憩しました。8月っていうこともあるのかな。原爆のね、特集のコーナーとか組まれてましたね。
で、2025年のね、8月末で、貸し出しとかも一旦休止されるということです。で、広島駅前の LLA 館というところに中央図書館移転ということですね。中央図書館から地下鉄の車両を通って原爆ドームへ向かいます。ここから広島の郊外へつながる交通システムアスタラムラインに乗ることもできます。この地下街は広島の中心部を十字に通っています。中央部を地上に上がると神谷町交差点という非常に混雑する場所で、ここの渋滞緩和などを目的に作られました。中央部地下側はイベントスペースになっていて、たまに古本市などしてて嬉しいです。さあ、原爆ドームです。観光地ですね。さあ、本通りになります。めっちゃ人多いな。どうしようかな。とりあえず端まで歩くんだけど、バーガーキングでなんか買って、どっかでお酒飲みながら食べたいと思います。さて、バーガーキング買いました。で、どっかでお酒買って、どこで食べようかな。広島駅までね、歩く道中で、どっか座って食べたいと思います。さあ、コンビニで、お酒を調達しました。もう少しでね、広島駅です。12時前、歩き始めて3時間弱。って言ってもね、ちょっとさすがに暑いんで、途中で30分ちょっとくらい休憩してたんですけども。さあ、どこで食べようかな。広島駅、1894年開業。当時は山陽鉄道の終着駅だったそうです。広島の中心地、いわゆる繁華街は先ほど見てきた広島城のあたりなので、
そこから随分と離れたところに建設されました。離れた理由はいくつかの説があります。中心地にある広島城の外堀、住居地を避けたためだとか、太田川デルタ地帯の外側に駅を構えたためなど、様々な理由が重なって中心地を避けたわけですが、そのため広島は都市規模の割に駅前に何もないと言われることが多かったです。2025年3月、新駅ビル兼複合商業施設みなもあが開業。8月に路面電車の広電広島駅停留所が新ルート開業に伴い、みなもあの2階に乗り入れる形で新設。徐々に賑わいを見せています。さあどこで食べようかな。この辺で食べたいんだけど、実はこの辺ねゴキブリだらけなんですよね。この裏側がちょっと怖いよな。さあ駅前から少しだけ離れました。マツダスタジアム側にちょっと近くなったかな。この辺のところで座って食べちゃいましょう。歩いた。お昼はバーガーキングワッパーとなんかねナゲット別からっていうのがありました。それとこれね1個持っておくと便利ですよ。お弁当入れる用の袋なんですけど、コンビニで買った鶏ハイいいっすね。ちゃんと冷えてます。とロックアイス。じゃあいただきましょう。乾杯。うまい。ワッパーですね。美味しそう。うまっ。めっちゃ辛そう。うまい。うま辛い。うわ。うまい。天気いいな。じゃあゴミをね全部きれいに回収しました。一応こういうことも言っとかないといけないんだけど、ほら不法投棄は犯罪ですと。じゃあこれでね広島駅側に戻ろうと思います。時間は12時21分。
いや以上、横川駅から広島駅寄り道をしながらおよそ10キロ弱のお散歩でした。見ていただいてありがとうございます。初めての散歩動画作っていて楽しかったので、またどこかを歩こうと思います。ぜひ皆さんも広島を歩いてみてください。のぶしでした。